皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、戦争を継続的に行うにはどうしても多額のお金が必要です。日本の報道においては、いわゆる欧米の支援疲れといったものが報道されることが多いわけですが、では、一方の当事者であるロシアの方では、お金の面では問題はないのでしょうか。今回はロシア側の方も、成果を上げることができていない割に、お金が無尽蔵に必要となり、経済的にも今後非常に危険な状態になることを取り上げていこうと思います。それではまずは、ロシアの国防予算が今どのような状況になっているか報道を見てみましょう。ロシア国防費が倍増。14兆3700億円に国家予算の3分の1。増収した大企業に超過利潤税も。ロイター通信は、ウクライナに侵略するロシア政府が2023年の国防省の約7兆3800億円から約14兆3700億円にほぼ倍増したと報じた。国防予算が国家予算全体の約3分の1を占めるというウクライナ侵略の長期化でロシアの戦費が膨張していることが浮き彫りになった。ロイター通信によると国防費の支出は2023年前半だけで約8兆2800億円に達したという。ウクライナの大規模な反転攻勢に備えて弾薬や兵器を増産し、軍需産業への支出が増加したことが一因とみられる。ロシアは国家財政を支える石油収入が対ロシア制裁の影響で減少し、財政赤字が拡大する構図になっている。プーチン大統領は戦費捻出のため基準以上の利益を得た大企業に追加課税する超過利潤税法案に署名し、法律を成立させた。最大税率 10% を徴収し、約4400億円の増収を見込んでいる。法案は6月に政府が提出し、上下両院が7月に可決した。記事の補足をしておきましょう。2023年上半期、ロシアの国防支出は8兆3000億円。記事にあるような国防費全体の予算が約14兆3700億円だとしても、すでに半分以上を使い込んでいる状況です。これでは予算が足りなくなるというのは目に見えています。多額のお金をつぎ込んでいる、これまでであったとしても、ロシア軍には集めた兵士たちに対する装備品を満足に受け渡すことができないという話は以前からずっとありますし、それだけではなく食料なども遅延する、給料だって未払い、亡くなった人の家族に対する見舞い金なども滞りがちなどといった問題なども発生しており、予算を倍増したと言ったとしても、そのお金が本当に使われているかも怪しいところがあります。なぜならばロシアは世界有数の腐敗大国であり、予算を積み増していったとしても、多くの予算が物資を調達するその途中において帳簿上でごまかされたり、支払われているはずの給与などが、いつの間にか役人の懐に収まっていたりなどもしているからです。ですから予算を積み上げたといっても、それが現場の状況改善につながるにはかなりの時間を要することとなるでしょう。では、多額の予算をつぎ込んでいるロシア軍の侵略なのですが、果たしてうまくいっているのでしょうか。インターネット上の親ロシア派の人たちは、ロシア軍は連戦連勝でウクライナ軍の崩壊は間近だという話をしている人や、もはやウクライナ軍は壊滅したその後であり、現在ウクライナで戦っている軍隊は NATO 軍の一派だなどという妄想を話す人たちもいます。しかし、そのような妄想話とは全く別の話として、ロシア軍の占領している地域を見れば、ロシア軍の侵略が全くうまくいっていないことは明らかです。この2つの地図は、ロシア軍の占領地の広さを表したものです。左がロシア軍の最大占領地。2022年段階において、ロシア軍は本格的な侵攻を行い、防備が固まっていなかったウクライナ軍を大きく押し合って占領地を拡大しました。ロシア軍の一端は首都キーウに迫り、また第二の都市ハルキウも反包囲下に置かれ猛烈な攻撃を受けました。東部戦線においては殺到したロシア軍を押しとどめることができず、ドンバス地方においてロシア軍は大きく占領地を拡大。また南部においても浮き足だったウクライナ軍の中には受け持ち地域から逃げ出す部隊などもおり、南部ヘルソン州で州都ヘルソンが陥落するなど、ロシア軍が様々なところで町を占領していったのです。ところがその後どうなったかといえば、ウクライナ側は体制を整え、順次供給される欧米からの軍事支援もあって、徐々に挽回、首都攻略を目指したロシア軍は敗退し、第二の都市ハルキウ攻略も失敗。そして2022年秋には東部戦線において大変撃に成功し、南部ヘルソン州においても州都ヘルソンを奪還するに至りました。この間ロシアは
2021年から2022年、そして2023年と軍事予算をどんどんと増やし続けてきました。本格的な侵攻が始まる前の段階において、ロシアの国防予算は日本と似たり寄ったりの状態で、それでもウクライナの国防予算から見れば10倍という状況でした。ところが現在では予算を倍増させてきたにもかかわらず、現実問題ロシア軍の占領地は大きく後退しているのです。左の地図がロシア軍の最大占領地、そして右が現在の状況です。戦争研究所はロシア軍は本格的な侵攻によって得た最大領地から見れば、現在はマイナス50から 55% 程度まで占領地をウクライナ軍に奪還されたと評価しています。これを見てロシア軍のウクライナ侵攻がうまくいっているなという人がいれば、それは地図の見方を知らないか数字の数え方がわからない人でしょう。また、ロシアが予算を大量につぎ込んで行っているのが兵器の再生です。ロシアはソ連時代においてアメリカとの戦争も想定した上で数多くの兵器を大量生産してきました。ソ連崩壊後ロシアは経済的に苦しかったこともあり、多くの兵器を野ざらしの状態で退役させることとなりました。眠っていた兵器は大量にあるのですが、それらは基本的には旧式です。そして戦争がなければこれらの兵器はこのまま朽ちてただの鉄くずになるはずでした。しかし戦争によって多くの兵器がウクライナ軍に撃破されたことにより、これら保管していた兵器も続々と再生されることとなります。衛星写真から見ると、軍用車両がびっしりと並んでいた保管庫から多くの車両が引き出されていることがわかります。こちらでも隙間なく駐車されていた軍用車両、この場合だとおそらくは自走砲などですが、状態の良いものから引き出していて、残っているのはいよいよ錆びついて動かすのもまともにできないようなものばかりになっています。ものすごく重要な前提となる知識があります。それは国力の差です。ウクライナの国力が1だとした場合、ロシアは10です。つまり、10倍の相手とウクライナは戦っています。このような前提条件をもとにして、ウクライナに対して降伏を迫ったり、戦うのを無駄だというような話をする人たちがいます。しかし、今回ご紹介したように、そのような国力差というものを覆す状態があって、ウクライナ軍はむしろ領土の奪還をじわじわと進めてきました。去年の秋におけるような華々しい大戦果といったことを挙げることは現在はできてはいませんが、しかしそれでもなお圧倒的に劣勢であるはずのウクライナ軍が奪還作戦を主導しており、現在は明らかにロシア軍は守勢に回っています。もちろんこのようなことになっている要因としては、ウクライナ人自身が戦うことを決めていることもあるし、また欧米からの経済支援、軍事支援、そして人道支援など様々な面でサポートがされていることがあります。つまり、1対1の戦いではなく、これはロシア対ウクライナとそのウクライナに手を差し伸べる国々との戦いであり、そしてウクライナだけを見て、ロシアには絶対勝てないと話すには明らかに状況認識が違うのです。そして大事なことなのですが、ロシアがこのような国防予算をどんどんと増し続けているといった状況も、じゃあ今後もこれを永続的に続けることができるかといえばそんなことはありません。ソ連時代に作られて眠っていた兵器をどんどんと再生するには限界があります。ご覧のように衛星から見た状況によれば、使い物になるものはどんどんと引き出しているわけですが、それにも限界があり、いずれは枯渇します。それでは新しい戦車や装甲車をどんどんと作れるかといえばそんなことはありません。ロシアには基礎的な工業力というものが低いという問題があって、品質の良い軍事兵器をどんどんと量産するというのは非常に難しいのです。もちろん生産することそれ自体はできるわけですが、プーチン大統領の望むようなレベルでは、もはや時間の経過とともにそれは難しくなるでしょう。また、お金という面においても、無尽蔵にお金を用意し続けるといったことも難しいのです。それはなぜかといえば、国家予算の中で 30% 程度が軍事予算ですなんていう状況が続けば、当然のように吐き出したお金というものが軍需産業ばかりに回ることとなり、民間経済は非常に壊滅なこととなります。通貨ルーブルに対する信任はどんどんと落ちることでしょう。経済的にも首を絞め続けることになりますし、経済を支えるための多くの国民、特に労働世代の
男性がどんどんと死んでいくわけですから、それがまたロシア経済の負の連鎖というものを引き起こすことでしょう。しかし、ここで大きな問題となるのは、そのような未来に対する大問題というものをプーチン大統領は全く気にしていないということです。おそらく今彼の頭にあるのは、ロシアの未来がどうこうではなく、今自分の大統領時代において、この戦争になんとか自分なりのプライドやメンツを保てるような形でさえ終われればそれでいいという考えがきっとあるでしょう。そのためにプーチン大統領は核の使用を常にちらつかせる形で、欧米の支援というものを抑制しにかかっていますし、中国、イラン、そして北朝鮮といった欧米とは正反対にいる陣営の国々と結託し、なんとかこの戦争に勝利しようとするでしょう。しかし今見てきたように、どんなにお金をつぎ込んだとしても、それに見合っただけの侵略の成果は得られておらず、兵器や兵士というものを失い続けています。軍事予算をどんどんとつぎ込んでいることから、決して短期的な終結といったものは見込めないわけですが、だからといって長期化しても良い展望が開けるとはとても思えないような状況であることから、さすがのロシアも内部でどんどんと不満がたまり、今ウクライナ領内にいるロシア人たちによる反プーチン政権勢力というものが今後はより一層ロシア国内からの離反者というものを集めるのではないかと思います。現在はまだ小さな勢力ではあるものの、そのような今はまだ小さい目であったとしても、今後ロシアを揺るがすような勢力へと国民の不満というものを吸い上げる形で大きく力をつけるかもしれません。というわけで今回の動画はここで、プーチン大統領によるウクライナ侵略は今のところ明るい展望を抱くこともできぬまま、予算ばかりを積み上げてなんとかウクライナを黙らせようとしています。しかし本来であれば大国対小国との戦いにおいてもロシアは領土奪還をウクライナ軍に行わせているという主導権を失った状態であり、プーチン大統領の歪んだ野望というものがロシアという国家を道連れにしようとしています。このような状況はあなたはどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、ぜひとも SNS 等でも拡散よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。